はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。ということで、今年最後のビデオポッドキャストです。あっという間ですね。2024年、皆さんどんな1年でしたか？世界的にはやっぱりいい1年とは言えないのかな。戦争が終わらなかったし、なんならもっと激しくなったというか、世界中がねこう緊張状態にあって、もう混乱の時代でしたね。はい、でもここ最近は本当毎年毎年混乱の時代な気がします。なんかやっぱ世界の争いが終わらないといい年とは言いにくいなと感じますけど、日本ではね、1月1日に能登地震が起きたんですよね。大地震。まだまだね、もう1年経つんですけど、まだまだ復興ができてなくて、たくさんの人がまだね、元の生活に戻っていないという状況なので、日本もかなり混乱の1年だったかなと思います。なんだか暗いニュースが多いよね。ただ、思い返すと、オリンピックあったね。パリオリンピックがありました。皆さんもう忘れてる方多いと思うんですけど、オリンピックもなんだかんだ良かったよね。始まる前はね、やっぱりこう、たくさんのね、文句みたいな批判とか、賛否両論じゃないですか、オリンピックって。でもやっぱり始まってみると、その選手たちの頑張りにすごい感動したり、なんか応援して、その世界中の人たちが一つのものに集中して、なんかこう、一つになる感じが味わえるのは、そのオリンピックならではのことかなと思いましたね。はい。皆さんの個人的な2024年いかがでしたでしょうか？はい。ちなみにね、Spotify のポッドキャストチャンネル、私のポッドキャストチャンネルなんですけど、Spotify の調べによると、今年一番、今年のエピソードで一番 Spotify で再生されたのは、のりこさんとのエピソードで、海外移住で大切な言葉何ですかというエピソードでした。はい、のりこさんありがとうございます。はい。皆さんもう聞いてくれましたか？でもこれはね、Spotify の中なので、他のチャンネルではまた違うかもしれないんですけど、残念ながらっていうのもなんなんですけどね、自分で作ったビデオだから、私の YouTube チャンネルの一番再生されたビデオっていうのは離婚のことでした。はい、圧倒的に再生されましたね。喜んでいいのか複雑なところです、これは。はい。もしかしたら今聞いてる方で、私の離婚のエピソードから、聞き始めてる人いると思うんだけど、結果的に良かったかな。はい。私にとってはね、かなり2024年というのは忘れられない1年になったなと思います。はい。振り返っていくとですね、ちょっと暗い、最後は明るい話よ。で、ちょっと暗い話になるんだけど、やっぱ、2024年の1月から振り返ると、私は離婚から始まってるんですよ、今年の1年。1月13日に離婚が成立しているので、もうその日は本当になんか、1年も経ってるのっていう思えないぐらい鮮明に覚えています。本当に鮮明に覚えてる。はい。で、いろいろもちろんね、なんか、考えることはいろいろあったんだけど、でもその時に私がすごく、良かったことっていうのは、シェアハウスに住んでいたことです。これは今年起こったことじゃないんですけど、去年からの話なんですけど、そのシェアハウスのメンバー、シェアメイトに出会えたことはすごく私にとって良かった。特にその離婚の時期に一人ぼっちじゃなかったこと。その家に帰ったらみんながお帰りって言って、みんなでご飯を作って食べて、旅行したりとか、なんかみんなでスーパー行ったりとか、そういう生活ができてたことは私にとってすごくなんかサポートになりましたね。そう。でね、実はね、今
今年のクリスマスの後に私はパリに行くんですけど、その韓国のシェラハウスの友達がパリに来てくれるんですよ。そう。で、他にそのフランスに住んでる他のシェアメイトがパリに集まって、みんなで年末を過ごします。はい。とか、来月はアメリカの友達が来て、そのドイツの友達に会いに行くとかします。すごいよね。そういう友達ができるなんて思ってなかったです。はい。それはすごく良かったこと。で、その後はね、私は実家に引っ越したんですよね。春ぐらいかな。5月、4月ぐらいだった気がする。うん。これも良かった。もちろんね、実家に帰りたくないじゃん。みんな。ね。めんどくさいじゃん。で、私もそう思ってた。めんどくさいけど、いろんなことがあってちょっと帰るしかないっていう状況になった時に、本当に親に感謝ですね。今年は。本当に親に感謝。なんか、まず、めんどくさいこともたくさんあったんだけど、親と一緒に生活ができる、もう何年ぶりって感じなんですけど、久しぶりすぎて、そしてこの後、そういう生活はもうできるかわかんない。親もいい年なんでね。うん。で、やっぱり一緒に住んでみて分かったのが、その両親はすごく年を取ったって感じました。はい。なので、なんでもない、なんかおはようからお休みまでのなんでもない会話とか、なんでもないこと、たわいもないことが私にとってすごくいい時間だったなと思います。しかもね、モナ君がいたんだよね。そのモナ君がすごくいいキャラクターでした。はい。最初はね、お父さんとかお母さんとかなんか、猫みたいな。めんどくさいし嫌だよっていう感じだったんですけど、もう今はもう家族の中心がモナになってる。で、今でもモナのことについて毎日のように両親と LINE したりとか、モナの写真を送り合ったりとか、モナありがとうって感じですね。うん。はい。両親への感謝と、やっぱ迷惑をかけてしまったこととかいろいろあるのでね、本当に両親に感謝。そして一緒に入れてよかったって思う一年でした。はい。皆さんもね、両親多分私と同じぐらいとか上とか、多分あると思うんですけど、やっぱ親孝行を考えていかなきゃいけないなっていう年齢になったなと感じております。はい。すごい真面目なエピソードになってて申し訳ないんですけど。はい。で、ただね、実家に住んでた後のこの夏の時間がね、私にとって、ちょっと暗い夏時間だったかな、今年は。なんかね、長いトンネルに入っている気持ちがありましたね、実は。はい。もうトンネル抜け出してるんですけど、なんか多分ね、疲れが出たとか、シェアハウスにいたりとか、引っ越ししたりとか、なんかいろんなことバタバタで、落ち着いた時に、やっぱ一人になった時とかに、なんかいろんなことを、ネガティブなこととか、孤独とか、不安とか、なんか、後悔、反省、みたいな。なんかいろんなことを考えて、ちょっと夏はね、元気がなかったかな、私は。でも今思えばなんかそういう時期もなんか人生にとって必要なんじゃないかなって、思っています。いろいろ考えましたね。はい。考えなくていいこともいっぱい考えたりして、はい。仕事もあんまり楽しめないような状況だったんですけど、その夏暑いからかな。ね。外にも出なかったし、暑すぎて。なんかその夏を乗り越えて今フランスに来てるんですけど、本当にね、フランスに来ても1ヶ月経ったんですけど、このフランスに来たということも私にとってかなりいいことになりました。はい。一気に環境が変わって、開放感がある感じかな、今。なんか長いトンネルから抜け出しましたっていう気持ちです。今。仕事も今すごく楽しいし、毎日なんかそんなに将来のこと考えて不安になったりとか、そういうこともあんまり今はないですね。はい。なんかこの1年を通してなんか下がってまた上がったみたいな感じの1年でした。
だから私はきっと2025年はとってもいい一年になるんじゃないかなと思っています。はい。ちょっと暗い話になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、また私みたいに、私以上に暗い一年だった人もいると思うんですよね。はい。だし、まだまだ私のようになんか暗い長いトンネルの中にいる人もいるかもしれないですね。うん。でも、トンネルには出口がありますから。本当に。なんかトンネルに入っちゃっても、いつか出口がね、ありますから。はい。年末はゆっくり過ごしてください。そしてまた来年1年、新しい年ということで、なんかこう、気分をね、切り替えていきましょう。はい。来年の抱負目標ですね。フランス語を勉強することは、目標というか、しなきゃいけないことみたいな気持ちがありますけど、あとなんだろうな。でも仕事を頑張りたいですね、今年。てか来年か。はい。そうだね、2024年の仕事の面だと、サニーサイドジャパニーズが始まったことがすごい大きかったね。はい。のりこさんとみずきさんと始めたサニーサイドジャパニーズなんですけど、今、本当に楽しいです。はい。で、残念ながらね、のりこさんはね、今年で、辞めちゃうんですよ、サニーサイドジャパニーズ。寂しいんですけど、なんか、のりこさんは今自分のお仕事がすごい、なんていうのすごい忙しいというか、頑張ってらっしゃるので、そこに集中しなきゃいけない。ということで、寂しいんですけど、はい。ただ、みずきさんとりつさんは変わらず来年もいます。はい。そしてね、新しい先生が来る予定なので、サニーサイドジャパニーズもまた来年からね、全然違う雰囲気になるかもしれません。お楽しみに。はい。あと、仕事の面だと、そう、ポッドキャストのこの YouTube のポッドキャストチャンネルが、数字で言うとね、登録者数が3万人超えました。ありがとうございます。でも私はやっぱり登録者数はやっぱ数字としてね、目に見えてやっぱ嬉しいことなんですけど、個人的に今年嬉しかったことは、たくさんの人がね、コメントをしてくれたこととか、ライブした時とか、すごいコメントが前より増えた。圧倒的に増えてる。し、私のチャンネルって結構難しいと思うんですよ。話すの早いし、よくコメントで早すぎるって言われるんですけど。話すの早いし、言葉も難しいし、かなり上級者向けのチャンネルなんですけど、私の話を聞いて、一生懸命考えて、コメントを、なんていうのみんなの意見とかを、私はこう思いますとか、私はこうですっていうのを、すごい長くコメントをしてくれたりする人が増えたんですよね。で、それはすごく嬉しいですね。うん。自分の話とか自分のシェアしたことで、皆さんもね、いろんなことを考えたりとか、皆さんのエピソードをシェアしてくれるコメントでね、それがすごい私にとって嬉しいことですね。はい。ということで、来年も皆さんよろしくお願いします。はい。以上かな。振り返りました、2024年。いろいろあったということです。でも結果的に OK っていう感じです。はい。皆さん2024年何があったかぜひコメントで教えてください。はい。嫌なこととか辛かったこととかもコメントに書いて、消化しましょう、みんなで。ね。で、楽しかった人はもちろんコメントしてください。そしてみんなにハッピーをシェアしてください。はい。以上。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、X、YouTube、Instagram、こちらのフォローもお願いいたします。そしてサニーサイドジャパニーズ会話グループクラス、新しいメンバー募集してます。来年からね変わります。サニーサイドジャパニーズ新しい先生男性の先生なんですけど、
新しい先生が入るだけではないです。いろいろ企画してるのでお楽しみに。はい、でそしてねこの場を借りてサニーサイドに参加してくれた皆さん本当にありがとうございました。もう素敵な出会いです。私にとっても本当に素晴らしいメンバーが集まってると本当に思いますね。なんか嬉しいですね。本当に出会いに感謝って感じです。一期一会って言うからね、本当に本当に本当に、来年もよろしくお願いします。はい。あとペイトレオン、こちらの新しいメンバーも募集しております。ペイトレオンもね1月からリニューアルしますので、漢字勉強とかしたい方はぜひ、チェックしてみてください。はい。以上かな。全ては1月からです。はい、始まります。なので私は今1月の準備とかをもうしていてワクワクしております。はい、2025年ね、いい1年になりますように、皆さんも世界的にも私にもね、はい、ゆっくり休みの人はゆっくり休んでくださいね、年末。ってことで皆さんまた来年会いましょう。なんて終わりにしてたっけいつも。ではそれではまた皆さんみたいな、なんだったっけそれではまた次回だ。それではまた次回、さよなら。